おはようございます。こんばんは。伝説の道をアンロックしたまでは良いんだけど、レベル差が厳しくなってきましたよね。ここから先に進むには、集中的にレベルを上げるカードを決める必要がありそうです。そうですね。まずはメインとなるデッキを一つ定めて、魔法アイテムなどの育成リソース投入先を決定したいところです。まずはそのデッキで展開やトロフィー9000を目指していくわけね。というわけで今回はメインデッキ決定の補助ということで無課金向けデッキをいくつか紹介していきたいと思います。海外だと F2P デッキ、フリー、トゥ、プレイデッキと呼ばれるものね。無課金でも組めてレベリングもできる範囲のデッキ構成ということで、チャンピオンはなるべく非採用、ウルトラレアもなるべく少なく、そんなデッキを紹介したいと思います。既存のテンプレートデッキのカードを入れ替えて組みやすくしたものなども紹介していきます。先に断っておきますが、展開やレート9000は完全なデッキでなくとも到達可能な範囲ですので無理してここで紹介するようなデッキを使う必要はありません。どうしても無課金では組みにくいデッキもあるし、勝ちにくいけど面白いデッキもあるからね。参考までに見ていただければと思います。デッキ紹介の前にクラロワにおけるデッキの基本構成について紹介します。そもそもデッキとは何かという話ね。基本や大枠が分かればデッキコンセプトも分かりやすくなると思うので少しだけお付き合いください。適当に8枚入れてるわけじゃないのね。デッキを構成する要素を大別すると、主軸カード、サブカード、呪文、そしてタワーユニットとなります。主軸カードはウィンコンディションカード、つまり勝利条件を満たすためのカードとも呼ばれるね。要するに相手のタワーを破壊するためのカードという意味だね。具体的にはジャイアントやラバハウンド、ホグライダーやスケルトンバレルなどの建物に直進するようなユニットだったり、ディガーやゴブリンバレルのようにタワーに直接到達するようなユニットだったり、迫撃砲やクロスボウのような攻撃的な建物だったり、スパーキーや三重視のように制圧力や影響力の高いユニットだったり、とにかくデッキの中心となるカード、それが主軸カードです。一つのデッキに最低でも一つは主軸カードを入れたいところね。サブカードは主軸カードを生かすためのユニットだったり、防衛施設だったり、そういうものです。デッキとしてのバランスを保つために採用されるその他のカードってことね。攻守に必要なカードが採用されます。その上で主軸カードの弱点をカバーできたり、主軸カードの攻めを補強できるような相乗効果があれば最高のサブカードです。呪文カードも大きな意味ではサブカードじゃないかしら。そうですね。サブカードと同じく攻守で必要となるような呪文が採用されますし、他のカードとシナジーがあれば最高です。端的に言えば、主軸カードありきでバランスを取るためにその他大勢のカードやタワーユニットが吟味されている。ということね。そうですね。同じ主軸カードでもサブカードによってデッキ全体のコンセプトは変わっていきます。多様性があって楽しいですね。特に高いレベルで洗練されているデッキや広く使われているようなデッキはテンプレート、略してテンプレなどと呼ばれることが多いよ。今回紹介するデッキもほぼテンプレデッキだよね。そうですね。テンプレは誰かの試行錯誤の結果だったり実績のあるデッキだったりするからあまり間違いのないデッキだとは言えると思うよ。こういう動画で紹介するならテンプレが最適ということね。テンプレデッキも元をたどれば誰かのオリジナルだから自作デッキが悪いとは言わないけど、完成度の高いデッキを作るにはどうしても高い理解度が必要になるから難しいところだね。それでは F2P デッキ紹介に参りましょう。まずはクエイクホグです。ホグライダーを主軸として、ホグライダーが苦手な防衛施設をアースクエイクで突破するっていうコンセプトのデッキね。クエイクは地味に削り呪文としても優秀で、ホグライダーが通らない相手にもタイブレイク勝ちを狙えます。しかもホグデッキが苦手なスケルトンラッシュの防衛にも優秀だったりと非常に相性が良いです。ロケット砲士はキング起動されやすいという弱点があるから、この採用はどうなのかしら。弱点を補って有り余るほどのシナジーがあります。ホグライダーの防衛で出てきたユニットを射抜いてタワーダメージを狙えることや、ロケット砲士の処理のしにくさとデッキ全体の回転の速さを生かして相手の対応が追いつかない状況を作れることなど、ロケット砲士のカードパワーも最大限に発揮できるデッキとなっているよ。とてもよくできたデッキなのね。カードの入れ替え幅も広さも素晴らしいです。タンクユニット枠、防衛施設枠、スケルトン枠、ニコス呪文枠、このあたりは選択の幅があり、環境によって変わります。さっきはロケット砲士とのシナジーを熱弁してたけど、対空枠がアチャクイになってることすらあるわね。というわけで組みやすくカスタマイズもしやすいクエイクホグでした。かなりおすすめ度の高いデッキだね。続いて 2.6 ホグです。クエイクホグと似てるね。デッキの平均コストが 2.6 であることが由来で、最も有名なホグデッキと言っても良いでしょう。クエイクホグとはどう違うの？アイゴレの採用が非常に特徴的ですね。ホグでアイゴレをエスカレーターする攻めの形、アイゴレホグが特徴的です。この攻めの形を完封できないデッキだと 2.6 ホグを相手するのはかなりしんどいよ。対空はマスケット重視1枚みたいだけど、ラバとかバルーンデッキとかきつくないのかしら。マスケット重視が異常な速度で回ってくるからパッと見の印象よりは厳しくないよ。大砲も意外と活躍してくれるしね。回転の速さを生かして戦うのね。デッキ構成はクエイクホグと似ているけどあまりデッキパワーがないのでほとんどのデッキにうっすら厳しい印象です。相性じゃなくて技術で勝ちたい人向けだね。
とにかく手元が忙しいし、ワンミスであっという間に負けてしまうような繊細なデッキでもあるし、それでいて普通にやったらまず勝てないっていうくらい不利なデッキも少なくないはずなんだけど、根強いファンが多いデッキなんだよね。それだけ面白いデッキっていうことだね。一つのデッキを極めたいという職人気質な方には向いているかもね。最後に紹介するホグデッキはこちら。ファルチェホグね。バイパーという方が有名な使い手のちょっと変わったホグね。バルキリー、ファルチェ、そしてトルネードのシナジーが特徴的です。トルネファルチェの高い防衛力もそうですが、攻めでもトルネードは多岐にわたって活用されます。かなりトルネードに主体のあるデッキなのね。それにホグデッキでロケット採用は珍しいね。たまにライトニングやクエイクで使われることもあるけど、トルネードとのシナジーや呪文削りの強さなどを考えると、やっぱりこのデッキはロケットなのかなと思いますね。ロケットだと施設の突破が難しそうだけど、使い手の試合を見てみると、防衛施設読みで読みロケットを先打ちしてたり、めちゃくちゃなことするデッキっていう印象だわ。めちゃくちゃかどうかはわかりませんが、とにかく立ち回りが難しいデッキであることは確かです。意外とデッキの回転は重いし、呪文が多くて手札は詰まりやすいし、カード1枚1枚の役割もはっきりしてるから、手札回しを間違えると何もできなくなってしまいます。スペックだけ見ると、硬い防衛とロケット削りでタイブレーク勝利も狙えるし、トルネードを絡めた多彩な攻めでダメージも通しやすいし、かなりバランスの良さそうなデッキに思えるけどね。実際に使ってみると印象が異なるはずです。難しすぎておすすめはしにくいです。テクニカルなデッキが好きな方には向いているかもね。続いては迫撃砲です。ホグと並んで F2P 代表みたいなカードね。まずは有名な無課金迫撃です。トルネ迫撃ロケットね。昔はトルネードの枠がテスラだったけど、トルネードの方が迫撃やロケットとのシナジーが高かったようです。これは高回転で迫撃砲で攻めるっていう感じのデッキなのかな。見た目はそんな感じですが、このデッキの本体はロケット削りです。タイブレークで勝つ感じなのね。使ってみるとわかるけど、あまり迫撃砲の攻めを通すっていう意思がないデッキ構築なんだよね。固く守って削りの差で勝つ、そんな感じのデッキです。迫撃砲は防衛施設として普通に優秀だし、試合展開によってはもちろん攻めでも使えるという感じで、迫撃砲の強みは存分に生きているデッキだとは思います。進化迫撃のターンだけ攻めで使う、みたいな立ち回りも強そうね。ちょっとうざったい感じはするけど。トルネードと迫撃砲が地味にシナジーを持っていて、迫撃のターゲットを取っている敵ユニットをトルネードで無理やり剥がしてタワーダメージをねじ込むという戦術が有名です。そしてダメアドを取ったら守りきってタイブレークで勝つ、という感じになるのね。ちょっと陰湿な感じのデッキなので好みは分かれると思いますが、このデッキの組みやすさは評価したいところですね。ほとんどノーマルカードで、トルネードは SR、ローリングウッドが UR か。トルネードもローリングウッドもそんなにカードレベルが必要なカードではないから、とりあえず戦えるデッキを用意するとか、クラン対戦デッキを埋めるとかには結構おすすめのデッキです。続いては、スケバレ迫撃です。小型呪文を枯渇させるようなカードが多いね。そうだね。枯渇迫撃と呼ばれることもあるけど、迫撃はデッキ幅が広いから、枯渇迫撃やスケバレ迫撃といっただけじゃ、実際はどのデッキを指しているかは判別ができないよ。とりあえず今回は、槍ゴブギャングスケバレ採用の迫撃ってことね。マスケット重視の枠には、ロケット砲士や吹き矢ゴブリンが採用されることも多いよ。ローリングウッドがローリングバーバリアンになっている時もあるね。ナイトはバランサーとしてハマりすぎてて意外と代用しにくいけど、好みでタンクを変えてもまあなんとかなるとは思うよ。それでこれはどういうデッキなの？迫撃砲の攻めでデッキを回しつつ、呪文を枯渇させながら戦うデッキです。攻め迫撃を立てて、延命したり防衛したりしながらデッキを回して試合を進めつつ、スケバレと槍ゴブギャングで呪文を枯渇させて受け攻めを有利に進める、そんな感じです。防衛迫撃は使わないの？ホグライダーやジャイアントなど、防衛で使いたい対象がいるときは普通に防衛施設としても使います。基本的に迫撃デッキは臨機応変な立ち回りが可能ですが、見た目ほど防衛は硬くないので、どこかで攻めを通したくはあります。このデッキは迫撃砲と呪文枯渇を組み合わせて、どこかで攻めを通したいっていう感じなのね。結構相性が出るデッキで、まず防衛面では、ゴーレムなどの強い形を組んでご利用してくる感じのデッキは普通に止まりません。ゴーレムデッキは基本的に迫撃デッキのメタだから仕方ない部分はあるね。高回転デッキ相手でも、ボムタワーや進化テスラなどの範囲攻撃持ちの防衛施設が意外と厳しいです。スケバレも小物も全部受けられてしまうものね。ちょっとクラシカルな形なので環境的におすすめしにくい部分はありますが、なかなかレアリティが低くて組みやすいデッキなので、F2P デッキとしては紹介しないわけにはいきませんでした。続いて枯渇迫撃のディガー型です。このコンセプトの迫撃は、ムート迫撃、迫撃ディガー、枯渇迫撃、呼び名がいっぱいあるね。このデッキの特徴は、小物カードと相性の良いディガーを採用している点です。スケバレの代わりにディガーを採用した感じね。迫撃砲の延命や防衛で残った小物カードにディガーをつけるだけで無視できない攻めの形になるので、小物ユニットとディガーのシナジーはかなり高いです。タンクユニットとしては60式ムートを採用しているのね。ムートは小物ユニットが苦手とする範囲攻撃ユニットなどを受けられますし、ムートが苦手なユニットは小物ユニットやディガーで受けられるということで、防衛的な相性が良いです。
さらにムートの移動速度の遅さとリーチの長さは迫撃砲とシナジーが高く、防衛で残ったムートに迫撃砲をつけるだけでも厄介な攻めの形になります。かなり完成度の高いデッキなのね。小物カードの採用枠にも幅があって、盾の戦士や吹き矢ゴブリン、ラゴ群れなんかが採用されることもあります。ムート枠がアウトローだったり、呪文枠がチャンピオンだったり、環境によってかなり形が違うので、今回は最も原始的な形で紹介しました。最近だと、アイスウィザードを採用している形が多い気がするけど、これはどういう意図なの？このデッキはジャイアントやゴーレムみたいなタンクを溶かす火力が足りないので、タワーユニットにブラスターを採用しがちなのですが、ブラスターの弱点である小物ユニットに強いアイスウィザードを採用してみたら、遅延効果でタンクの防衛も楽になっちゃったっていう感じの進化系です。アイスウィザード採用だと F2P デッキとしてはレアリティが高くなりすぎるわね。そうですね。迫撃砲はクラシカルな形だと F2P デッキとしては最適なのですが、現代的な形だと結構無課金では組むのが難しくなってしまいますね。続いては枯渇デッキです。呪文を枯渇させるっていうコンセプトのデッキはかなり多いけど、ゴブリンバレルが主軸のデッキも枯渇デッキっていうのよね。ゴブリンバレルが呪文を使わせる力の強い主軸カードだからね。海外だとログバイトデッキ、ローリングウッドをバイトする、誘い出すって表現されるみたいだね。その枯渇デッキで最初に紹介するのはこれね。最もクラシカルな形の施設枯渇ですが、枯渇デッキの中では群を抜いて難しいです。採用される防衛施設によって、テスラ枯渇、インフェ枯渇、大砲枯渇なんて呼ばれたりするね。バレル枯渇は基本的にゴブリンバレルとプリンセスがセットで、サブカードとしてゴブリンギャングや吹き矢ゴブリンも採用が多いです。呪文を打ちたいカードを多く入れて相手の手札を事故らせるというのが枯渇デッキのコンセプトとなります。自分で使うとゴブリンバレルの対策カードが多い相手に攻めが全く通らなかったり、全然防衛がうまくいかなかったりするのよね。枯渇デッキは呪文だけじゃなくて、エリクサーも枯渇させていく必要があるんですよね。どういうこと？例えばプリンセスや防衛施設が場に残っている時に攻めて、帰ってくるカウンターを場にあるカードだけで処理するとか、相手の手札が重い時に端前プリンセスを出して苦しい対応を迫ったりとか、エリクサーとか場の状況とかでアドバンテージを取っていかないと、受けも攻めも成立しなかったりするんだよね。呪文を枯渇させるだけじゃなくて、総合的に上手な試合運びが求められるのね。手札把握やエリクサー把握、戦略的な状況判断、勝ち筋を通すセンスなど、クラロワらしいスキルがこれでもかというほど要求されるよ。初心者にはちょっと難しそうね。使いこなすのは難しいけど、普通にバレルを投げて防衛してるだけでもそれなりには戦えるから、PS デッキ入門としては悪くないデッキだと思います。デッキパワーとしては高い方なの？もっと簡単でデッキパワーの高い枯渇デッキは他にいくらでもあります。世知辛いわね。続いて、バレバレ枯渇です。ゴブリンバレルとスケルトンバレルでバレバレ枯渇ね。2つのバレルで攻め続けるデッキです。とにかく相手が受けきれなくなるまで攻め続けて、防衛は臨機応変といった感じのデッキです。攻めの回転の速さで押していく感じなのね。戦略はシンプルだけど、実際に有効な攻めの形は状況次第で変わるから、攻めの技術が問われるかもね。防衛面はどうなの？ちょっと地上受けが足りない感じがします。そのためか防衛施設は地上受けの役割も兼ねられるものが採用されるという印象です。大砲、ボムタワー、インフェルノタワーあたりね。あとは最近リワークされたゴブリンの小屋も選択肢かな。他に入れ替えは得られるカードは？スケルトンはスケルトン部隊、プリンセスはロケットになることが多いね。このデッキ、ナイトの枠はあまり変わらないよね。見た目よりも不安定なデッキなので、コスパの良いナイトでなんとかバランスを保っている感じなのだと思います。攻め続けたい人におすすめって感じかな。いいえ、枯渇系デッキで攻め続けたい方にはもっとおすすめできるデッキが他にあるので、これはスケバレが好きな人におすすめのデッキです。なるほど。少し古いデッキだしね。続いて紹介するのはヒプノ枯渇です。ヒプノっていう超高回転の枯渇デッキで有名なプレイヤーね。ヒプノ氏のデッキは防衛施設が入ってないものとかフリーズ採用型とか色々あるけど、一番有名なのはこの形かな。このデッキを相手にすると、永遠に攻め続けられてる感覚になるわ。一つ一つの攻めの対処は簡単だけど、低コストで微妙に無視できない攻めを簡単に何度も作れるから、いつかエリクサーが枯渇して受けきれなくなるんですよね。こうしてみると F2P デッキとしてもかなり優秀ね。こういう高回転デッキにほぼ確定で入ってるローリングウッドすら採用してないのね。ローリングウッドの役割はバルキリーで補っているっていう感じなのだと思います。ただその分、バレルが進化してないと攻撃力半減っていう感じなので、F2P デッキとして優秀かどうかは評価が難しいところです。とにかく攻めの波状攻撃で勝つって感じだからフルパワーの攻めができないのは厳しいね。ウッドやロケットを採用していないので、防衛面での脆さもあります。1倍タイムでほぼ試合を決めて、2倍タイムは逃げ切るっていう戦略が主流かな。なおさらミシン化バレルで攻め火力が出せないとなると厳しそうね。ところでこのデッキ、タワーユニットがダガーガールだとかなり攻めにくくない？このデッキが流行るとダガーガールも流行るっていうくらいにはきついですね。進化枠がバルキリーなのはなんでだろう？攻めたいならウォールブレーカー進化とかも強い気がするけど。正直わかりません。両サイドの波状攻撃が強いデッキなので、進化バレル採用は納得できるのですが。ヒプノ氏は常にデッキを更新し続けるタイプのプレイヤーだから、
環境が変わればデッキの中身や進化枠も変わってくるかもしれないね。ガン攻め系の枯渇デッキ関連ということで、次に紹介するのはバレルなしの高回転ブッシュウォールブレーカーです。ステルスブッシュの情報とともに開発されたデッキだね。ステルスブッシュは2コストで無視できないくらい削るし、タワーに到達する瞬間にスピリット系でターゲットを取ると、さらに絶対無視できない攻めになります。やられるとめちゃくちゃ鬱陶しいのよね。ステルスブッシュの体力とか攻撃力とか地味に高くて、スピリットでターゲット取るだけでもカウンターのユニットをかなり削れるし、ブッシュに対応してる間にスピリットの範囲ダメージがタワーに入っちゃったりするし。絶対に無視できない攻めなのに、ブッシュとスピリットで3コストしか使ってないのもやばいよね。ウォールブレーカーも無視できないし、一生無視できない攻めをされ続けるから本当に鬱陶しいわ。もし対面したなら、全てを守ろうとしないで、本当に無視できない攻めは防衛しつつ、多少、いや、それなりに痛いダメージを許容しながら機会を待つことが大事です。特に1倍タイムはどうしてもダメージを食らってしまいます。そういうものですので、割り切りが大事です。いっそ1倍タイムから全ての攻めを無視して、止まらない形をガン組みしてキングまで追っちゃうっていう戦略もあるね。そうそう。見ての通り防衛はほぼ吹き矢ゴブリンに依存しているから、いかに自分のペースで攻め続けて逃げ切るかが大事です。ボスアサシンがマイティディガーになっているパターンもあるけど、これは多分、もう少し防衛力を高めたいっていうことなんだろうね。マイティディガーは大型も溶かせるし、ちょっとした対空にもなったり、攻めでも使えたり、小技が効いて何かと便利だからね。でもどちらにしろチャンピオンを採用しているなら、F2P デッキとしては微妙じゃないかな。確かにね。でもこの枠は適当なタンクカードで代用できると思います。チャンピオンサイクルが使えなくてもデッキが高回転すぎるから、無限に攻められる感じはあまり変わらないしね。もし代用するなら、個人的にはアウトローを押します。枯渇要素をさらに補強するのね。代用するにしても、何らかの付加価値はつけたいからね。吹き矢ゴブリンとアウトローで呪文を分散させられるので、相性の良いタンクだと思います。他に候補はあるかな。より高回転を目指すならアイスゴーレムやバーサーカーとかかな。ナイトも悪くなさそう。でもせっかくデッキが尖ってるのに無難なナイト採用は、ちょっと日和すぎかも。このデッキは形を組まれた時が厳しいから、巨大スケルトンも悪くなさそう。でもそれならマイティディガーで良いっていう感じがしちゃうかも。まあ、テンプレも良いけど、デッキ制作もクラロワの醍醐味の一つだから、いろいろ試してみてね、という感じですね。そういう感じですね。少し趣向を変えて、アウトロープリンスです。枯渇デッキなのに、プリンスが採用されているのね。少し変わったコンセプトだけど有名なデッキで、アウトロープリンスの攻めの形が特徴だよ。この形の破壊力が高くて、防衛で呪文を使いたくなるのよね。プリンスの突進も呪文枯渇として機能してるのが面白いですよね。アウプリは攻め手が多いし破壊力もあるから、攻撃的なデッキが好きだけど高回転すぎるのはちょっと、みたいな方とか、シンプルにアウトローが好きな方におすすめだね。アウトローは弱点が多いから採用されてるデッキは少ないもんね。このデッキはガチガチに守って削り勝つって感じじゃないから、アウトローの大味さが逆に合っているのかもしれないね。ダメージを許容して形を作ったり、進化バレルのターンで思いっきり両サイドを攻めたり、そんな感じで一気に試合を決めるパターンも多いデッキだからね。ところでアウトロープリンスといえば、ダクプリ U の型もあるよね。かなり仁義の風味を増したアウプリデッキだね。F2P デッキとしては UR2 枚で微妙だし、プリンス型と比べてかなりマイナーだから、多分そんなにデッキパワーはないんだと思う。プリンス型はバレルと吹き矢でキーカードの限界突破が揃ってるのに比べて、ダクプリ型は進化雪玉とか、無理やり進化バーバリアンとか使わないといけないのも微妙なところね。プリンス型とはかなり相性が変わるから、環境が変わったりキーカードが限界突破した時に使い分けたりできると面白いかもね。続いて紹介するのは鬼枯渇、バレル型とウォールブレーカー型です。ガーゴイルの群れとディガーの採用が特徴的ね。バレル型がもともとあった形で、限界突破が実装されてからウォールブレーカー型が開発されたのを覚えているわ。デッキコンセプトは見ての通りっていう感じですね。ディガーと相性の良い小物カードが多く、特にガゴムレディガーの形の破壊力は抜群で、通れば一撃でタワーが折れます。そして言わずもがな、ものすごく相性が出ます。インフェルノタワーとウッドの採用に、一応最低限のバランスは取っておこうという意思は感じるわね。ガゴ群れが通りやすいデッキには相当有利に立ち回れるけど、矢の雨やロイヤルデリバリーなどのメタカードが採用されてると、途端に厳しくなります。ウォールブレーカー型は後発だけあって多少バランスが改善されてる感じはあるけど。まあガゴ群れみたいなピーキーなカードを採用する以上、多少の不利相性は望むところなのではないでしょうか。こんなデッキ、ガゴ群れフリークしか使ってないですから。紹介しておきながらこんなデッキですか。手札把握など、クラロワの基礎がないと扱えないデッキなのは確かです。防衛施設を採用していますが、見た目ほど防衛は硬くないですし、タワー削りも弱いですので、どこかで大きく攻めを通す必要があります。難しいところが面白いところ、みたいなデッキなんだろうね。ガゴムレディガーの爽快感は認めますが、ちょっと万人にはおすすめしにくいデッキなのは確かです。そもそも UR が3枚採用されているから、F2P デッキとしても微妙なんじゃない？ウッドはそんなにレベル上げしなくても機能するけど、プリンセスとディガーはどっちもレベル欲しいわよ。ウッドを矢の雨または雪玉。プリンセスをロケット砲手または吹き矢。
ディガーをゴブリンドリルまたはホグライダー。こんな感じで代用すれば一応無課金デッキとして仕上げることはできます。なんかデッキコンセプト自体が変わってきそうな代替案ね。洗練された結論デッキを使わないと戦えないってわけじゃないからね。これは少し極端な例かもしれないけど、採用カードの選択肢は意外と広いっていうのは伝えたいことの一つかな。クラン対戦だと4デッキを被りカードなしで作らなきゃいけないから、他のカードで代用するのは普通によくあったりするしね。最後に紹介する枯渇デッキは呪い枯渇です。バレる枯渇なのにプリンセスが入ってないのね。小物ユニットを呪いレイジの初見殺しコンボで処理してそのまま勝つというコンセプトのデッキです。プリンスは小物ユニットで受けたいカードだし、小物主体のデッキだと呪いの圧がやばそうね。小物が苦手なカードと呪いを組み合わせるっていうのは面白いアイデアだけど、やっぱりちょっと相性が出やすいデッキにはなってしまっているね。UR がないから F2P デッキとしてはかなり優秀だけど、これをメインデッキに据えるのは結構な割り切りが必要になるね。デュエルとかで相手のデッキ幅がある程度絞れてる時には面白いかもしれないね。ここからはロイヤルホグデッキの紹介です。最初に紹介するのはアチャクイロイホグです。アーチャークイーンのチャンピオンサイクルを活かして、ありえない速度でデッキが回転するのが特徴ね。タンクユニットがいなくて見た目は不安定そうですが、ロイヤルデリバリーの高い防衛力と高回転を活かせばなんとかなります。このデッキを使うと、手札回しが結構難しいのよね。アースクエイクとデリバリーが手札で詰まっちゃうんだよね。少し怖いと思うけど、アースクエイクを手札回しできるのがコツです。でもクエイクを取っておきたい場面もあると思うわ。そうだね。そんな感じで、対面すると簡単そうに見えるけど、実際に使ってデッキを回すのは結構難しいんだよね。高回転デッキなのに手札が詰まりやすいっていう独特の使用感ではあるけど、詰まってるカードが切れる試合展開になれば、そこが逆にこのデッキの強みになるよ。3倍タイムになると、信じられない速度でロイホグとかアースクエイクとか飛んできて、攻める間もなく削られ続けたりするわ。ただでさえ超高回転な上に、チャンピオンサイクルを最大限に活かせるデッキ構築にもなっているから、3倍タイムの削りは驚くほど早いよ。クエイクはロイホグとのシナジーだけじゃなくて、呪文削りや手札回しも含めたギリギリのバランスで採用されているのね。とんでもない傑作デッキだと思います。作ったのは元プロプレイヤーの経験士です。でも対空がほぼアチャクイ頼みで、ラバハウンドとかは厳しいんじゃないかしら。そうですね。やれないこともないんですけど、デュエルだと大砲がテスラになって使われることも多いよ。どちらにしろ、チャンピオンがあるから F2P デッキとしては少し厳しいね。アーチャークイーンの枠はロケット砲士で使われることもあります。これならラバもなんとかなりますし、F2P 的にも完璧です。最近だと、バーサーカーと限界突破ネクロを採用したライトニングのやつもあるけど、これはどうなのかな。環境適応型ですね。個人的にはメインデッキに据えるにはあまりお勧めしません。このデッキが流行った時の環境は、限界突破ネクロが強くて、そのメタとしてライトニングも強くて、リワークされたゴブ小屋もなぜか小屋なのにめちゃめちゃ体力が高くて、みたいな。そんな環境のニコゴリみたいなデッキですので。進化ネクロマンサーありきみたいなところもあるし、長く使うならアチャクイ型が良さそうね。続いて、親衛隊ロイホグです。ファイアボールを打ちたいユニットの多い呪文枯渇デッキで良いのかな。セパレートして両サイドを攻めるデッキとも言えるね。見習い親衛隊が採用されているデッキは、だいたいこれか親衛隊枯渇のどちらかね。親衛隊枯渇はマイティディガーを採用しているから今回は紹介しないけど、有名なデッキだからいつか紹介したいね。それで親衛隊ロイホグはどんなデッキなのかな。大枠では、親衛隊、ザッピ、リベンジゴブリン、ホバリング砲っていう完璧な攻めの形を作ることを目指すデッキだと思う。もちろんケースバイケースだけど。ゴブリンの檻を置いて街から入ったり、最高列の親衛隊から形を組んでくるのが印象的だね。意外と難しいのが、見た目ほど防衛が硬くなくて、結構ダメージを許容しながら試合を進めていかなきゃいけないんだよね。そうなの。守りながら攻めの形をゆっくり作っていくっていう感じの印象だけど。それも間違ってないけど、手札サイクルがかなり大事なんだよね。出すだけデッキって言われることも多いけど、出す順番がとっても大事なんです。試合の展開を読みながら、欲しいカードが欲しいタイミングで手札に来るように調整しないといけないのね。デッキが重いからサイクルを整えるのは結構大変だよ。完璧に噛み合えば、順番に出してるだけで勝手にダメアドもエリアドも取れて勝てる、みたいなことにもなるけどね。両サイド攻めても、片サイド無視でフルカウンターを組まれて11交換になっちゃったりもするね。見習い親衛隊のカードパワーをフルに活かすための両サイド攻め構築だから、両サイドしっかり攻防できたら理想だけど、相手もそれを分かっているからね。使ってみると意外と難しいのよね。F2P デッキとしては完璧。いや、レアが多すぎて逆に集めにくいかな。まあ F2P デッキに分類して良いでしょう。呪文の3枠はほぼ自由枠ですので、そこを組みやすいカードで調整してもいいでしょう。呪文以外にも、エレスピ、マザネク、ダイナマイトゴブリン、ゴルナイあたりが採用されていたりするね。呪文3枚か、呪文2枚とユニットの構成が多いですね。おすすめの構成はタルババ、ファイボ、エレスピ、または、タルババ、矢の雨、エレスピですね。エレスピ採用は他の構成と比べて圧倒的に回しやすいのと、意外と小物が処理しにくいデッキなので相性補完として優秀だと思います。環境にも左右されるデッキだけど、根強いファンも多いから、
環境適応型を使っていくのも悪くなさそうね。続いて枯渇ロイホグです。プリンセスが入ってるけど、ゴブリンバレルは採用していないのね。ロイホグミニペッカの形をきれいに抑えるのが難しいとか、コウモリやギャングのセパレートに合わせてロイホグをセパレートするのが強い、みたいな感じのデッキです。あまり見ない形のデッキね。もともとマイナー寄りのデッキだし、限界突破も2枚揃ってないからね。たまに見るのは、プリンセスを進化ロケット方針にした形かな。こっちの方が無課金デッキとしては優秀だね。攻めっ気が強い分だけ対空が薄くなっちゃってるからロケ砲で対空の火力を増すのは普通にありだと思うし、他のカードが進化したとして、ロケ砲とプリンセスどっちを採用するかは結構迷ってしまうかも。対空は若干薄いけど、意外とバランスは取れている感じがするね。アイスゴーレムが良い味を出してますね。後ろから出しても良いし、カウンターに使っても良いし、小回りが効いて面白いカードよね。古いデッキだから、アイゴレ枠に進化ナイトとかチャンピオンの採用を検討する余地はありそうだけど、特に形が変わった様子はないね。ここからはクロスボウデッキの紹介です。固く守ってタイブレーク勝利を狙うって感じの印象があるわ。最初に紹介するのはまさにそんなクロスボウデッキの代表選手、テスラクロスです。3.0 クロスとも呼ばれるね。昔はナイトがアイスゴーレムだったから、2.9 クロスとも呼ばれていたよ。クロスボウをテスラで守るっていうテスラクロスの形がとにかく厄介ね。でも形を組んでるだけじゃ勝てなくて、攻防の駆け引きやタイミングがかなり難しいんだよね。攻めクロスがタワーに刺さると大ダメージだけど、当然相手もクロスボウを壊しに来るし、防衛方法も確立されてるから、そうそう攻めクロスがいきなり通ることはないよ。エリアドを取ったり、サイクルをずらしたり、あの手この手でクロスボウを通すのね。そしてどうしても通らない相手には、固く守ってちまちまとした呪文削りでタイブレイク勝利を狙う、そんな感じになるね。使っててかなり疲れそうね。クロスボウが通らないデッキは結構多いし、タイブレイク勝利が多いから5分間きっちりやらなきゃいけない割にワンミスで負けたりするし、いちいち交換されるとクロスボウ側はほぼ勝てないから、デッキバレした瞬間に古虫でエグい形を組まれたりするし、苦労が多い割には引きこもりデッキ代表みたいな嫌われ方するし、性に合わないとやってられないわね。連度や知識量、対策の深さが求められるデッキだから、一つのデッキを使い込んで相手のデッキに対する勝ち筋を研究したりするのが好きな方にはいいかもね。続いて遅延テスラクロスです。防衛の硬い遅延デッキとクロスボウは相性抜群というわけね。そうですね。トルネ迫撃みたいに、このデッキの本体もロケット削りみたいな感じ。確かにタイブレイク勝利を見据えながら防衛的に立ち回る動きが基本ですが、クロスボウが通った時のリターンは迫撃砲より大きいので、チャンスがあれば通しに行くデッキではあるはずです。そういえばトルネ迫撃のターゲットを取っているユニットをトルネードで剥がすっていうテクニック、クロスボウでも使えるのよね。そうですね。ただ 3.0 クロスほど回転は速くないので、相手が苦しい攻めクロスを立て続けて有利に試合を運ぶ、みたいな立ち回りは難しいと思います。遅延というギミックはそもそも敵陣のユニットを溶かしにくいっていうのもあるね。3.0 クロスが攻撃的なクロスデッキだとしたら、遅延クロスは防衛的なクロスデッキと呼んでもいいと思うよ。3.0 クロスの時点で防衛的に見えるのに、遅延クロスはその上を行くのね。3.0 クロスは攻められないから仕方なく守ってるみたいなところがあるけど、遅延クロスはそもそも攻められないのを前提としているみたいなところがあると思うよ。この動画、クロスボウ使いに見られるの怖いわね。当動画は個人の見解となっておりますので、多少の見解の相違などはご容赦願います。さて最後に紹介するクロスボウデッキは、ポンプクロスです。ひたすら引きこもってエリポンを立てまくって、時が来たらエリアドの暴力で攻め立てるっていうデッキね。エリアドを取るのも攻めるのも全部建物カードなので、高回転のクエイクデッキとマッチングしたら負けです。かなり相性が出るデッキよね。なので環境によって形が結構違います。テスラが入ってなかったり、タンクが1枚も入ってなかったり、雪玉が採用されていたり、なんか色々バリエーションがあります。あんまり紹介にやる気がありませんね。エリポンの環境が良い時に湧いてくるデッキなんですけど、別に戦ってて面白くはないですからね。環境に左右されるから、メインに据えるのも微妙だしね。デッキの柔軟性は高いし F2P デッキとしては優秀だから、クラン対戦には向いてると思います。次に紹介するのは、ジャイ PP です。P はプリンスの P ね。コスパの良いジャイアントを盾に、プリンスやダークプリンスでゴリ押すデッキです。ジャイプリの攻めの形がシンプルに強いのよね。ジャイアントを溶かすのは一苦労だし、プリンスの火力は高いし。ジャイアントは特殊能力がない分、ステータスが高いですからね。地味に主軸タンクユニットとしては破格のステータスを持っているのよね、ジャイアント。そのジャイアントに相性の良いカードを集めたデッキ、それがジャイ PP です。プリンスだけじゃなく、エレクトロウィザードとかメガガーゴイルとかも、ジャイアントの後衛についていると厄介なのよね。ディガーや呪文の枠はほぼ自由枠で、3スペル構成にしているパターンもよくあります。環境によって、レイジとかウッドとか矢の雨とかライトニングとか、いろいろ採用されているね。呪文以外だと、アイスピとかエレスピを採用してデッキを軽くしてるパターンもあったりするかな。エレビズの枠も最近はボンバーになっていたりもするし、この枠はもともとマスケット重視で使われていたこともあるし、F2P デッキとしてもかなり優秀です。とりあえずジャイプリを中心として、相性の良いカードを詰め込めば良いってことね。
どこからでも何回でも強い攻めの形を組めるのが強みなので、デッキを改造するときは、攻めの形の強さだけでなく、デッキの回転の速さを意識すると良いでしょう。一回で攻め切るというよりは、何度も攻めの形を組んで、攻めることでアドバンテージを積み重ねていくデッキだからね。PP つながりということで、5部ジャイ PP 枯渇です。ジャイ PP と違って、小物ユニットが多いね。5部ジャイ PP の攻めの形が強いのは同じだけど、枯渇ユニットが多くなったことで、攻めのバリエーションが増えています。よく見たら対空がかなり怪しいわね。5部ジャイの槍攻撃すら対空に干渉してるくらいですからね。立ち回りがなかなか難しそうね。基本的には防衛で残ったプリンスやダークプリンスに5部ジャイをつけていく感じで良いと思います。小物ユニットで細かく攻めて、5部ジャイ PP で太く攻める、そんな感じかな。基本はそんな感じだと思います。ただこのデッキは難易度が相当高いです。ジャイ PP と比べて、明らかに弱点の多いユニットが採用されているものね。ラバとかエリゴレにフルで形を組まれたら止まらないですし、5部ジャイ PP の攻めも、親衛隊デッキとか進化ネクロデッキとか、簡単には通らないデッキがいくらでもありますし。デッキのレアリティは低いけど難易度は高いのね。ダブルプリンスが好きならジャイ PP、小物が好きなら普通に枯渇系のデッキを使った方が良いとは思うんだけど、困ったことにかなり面白いデッキなんですよね。それは困ったわね。根強いファンは多いけど普通にめちゃくちゃ環境に左右されるからおすすめしたいけどしたくない、そんなジレンマのあるデッキです。ジャイアントスパーキー、ジャイアントスケルトンラッシュの最もクラシカルな形を紹介します。両方形が似てるね。この形は現在ではあまり使われていませんが、これらのデッキ構築の考え方は興味深いので少しお付き合いください。かなりクラシカルな形だし、環境に適応して進化しているのね。共通の基本方針としては、多少のタワーダメージは許容、安く守って強く攻めます。破壊的な攻めでタワーを折り、防衛はなるべく低コストでコスパよく許容します。コウモリの群れとスケルトン部隊の組み合わせですが、これはクラシカルなデッキかつ破壊的な攻めを組んで一発でタワーを折るようなコンセプトのデッキでよく見られます。どちらも低コストで火力が出るから、タワーダメージを受けても良いなら優秀な防衛カードっていうことね。コウモリやスケルトン部隊に打ちたくなるような呪文は、スパーキーやスケルトンラッシュの防衛に使いたい呪文と被っているというのもポイントですね。コスパよく許容しつつ、あわよくば主軸カードの通りもよくしようっていうことなのね。そして呪文ですが、スパーキーはザップ、スケルトンラッシュは巨大雪玉を採用しています。主軸カードが違うからか、デッキに微妙な違いがあるね。攻めのターンで欲しい呪文が違って、スパーキーは速攻性のあるザップ、スケルトンラッシュは遅延効果でダメージを通すための雪玉と相性が良いです。矢の雨はどちらも採用されているね。矢の雨は小型呪文とのコンボでマザーネクロくらいの体力のユニットは処理できるので、呪文の組み合わせが良いというのが一つ。もう一つは、この枠は手札回しで切れるくらいのカードにしておきたかったり、高コストの呪文だと攻めのターンで打つエリクサーが足りないという理由から、3コストがギリギリ採用できる範囲ということで矢の雨になっていると思われます。デッキを回せる最低限の組み合わせなのね。最近のスパーキーデッキだと、それらの処理は諦めて矢の雨を0時にしていたりもするね。ジャイスパはガゴムレ、ジャイスケラはマスケット重視を採用しているのは、スパーキーは呪文を打ちたいユニットなので、呪文を打つ対象を増やしつつ、攻めの破壊力を増すためにガゴムレを採用しています。より呪文枯渇を意識しているのね。ジャイスケラは場残りの良いユニットが採用される傾向にあります。スケラ攻めはカウンターが怖いので、相手のカウンターを和らげてくれるようなユニットを場に貯めておきたいからです。ジャイスパだとスパーキー自身がカウンターユニットを処理してくれるけど、ジャイスケラだとユニットを処理できないから、代わりにマスケット重視みたいなカードが欲しくなるわけね。最近のジャイスケラは、ボーラーやダークネクロ、進化ネクロマンサーなどの採用が多いかな。スケルトン部隊の枠も盾の戦士になってたりするね。その環境でより役割を遂行しやすいカードが採用されて、少しずつ形が変わっていってるのね。そんな感じでジャイスパ、ジャイスケラ、そして5部ジャイスパーキーは形が無限にあるのですが、新しいものほどレアリティの高いカードが採用される傾向にあります。F2P デッキとして紹介するのは難しそうだったから、最もクラシックな形を紹介してみた、ということね。ジャイスパとジャイスケラ、どちらもかなり環境に左右されるし、癖の強いデッキではあるからおすすめはしにくいけど、独特の面白さはあるってことね。根強いファンが一定数いるので、そういうことが言えると思います。次はゴブリンドリルです。ディガーみたいに好きな位置に飛ばせるけど、スーパーレアだから F2P 向きのカードだね。移動速度は遅いから、コウモリなどの小物と組み合わせるデッキではディガーの方が使いやすいね。固く守って、ドリルと呪文を組み合わせてタワーを削るっていう感じのデッキが多いね。今回はそういったタイプのドリルデッキをまとめて高回転ドリルとして紹介します。ドリルデッキは型がいっぱいあるのよね。採用のポイントとして、呪文とドリルにつける攻めユニットについて解説します。ドリルデッキでよく見る呪文は、ノックバック効果で高回転デッキの防衛力を支えるローリングウッド。ドリルとのコンボで防衛ユニットとタワーを同時に攻撃するための中型呪文として、ファイアボールやポイズン、たまにロケットも見るわね。そして最近では、どちらかの呪文枠に進化雪玉を採用するのが流行ってます。ドリルと進化雪玉を組み合わせたコンボが開発されてからだね。ドリルをユニットで防衛できなくなりますし、
遅延効果も入るので大ダメージを入れやすいんですよね。かなり凶悪なコンボよね。最近の見られるようになった呪文構成としては、進化雪玉とウッド、進化雪玉とポイズン、進化雪玉とポイズンとローリングバーバリアンなどがあるかな。呪文選択だけでも選択肢が広いのね。もちろんクラシカルなウッドファイボ採用とかウッドポイズン採用も十分強いです。雪玉は進化してないと進化を発揮できないから、F2P 的には悩ましいところね。続いてドリルにつける攻めユニットについて少し解説します。ドリルデッキだと、高回転デッキには珍しいことにファイアスピリットが採用されてたりするよね。ドリルは4コストの攻めだけど、単体だと結構簡単にダメージを抑えられてしまうんです。そこでドリルの攻めにファイスピを追加したりするわけね。この追加ユニットの目的は、ダメージを通すというよりも、相手に防衛で余計なエリクサーを使わせることです。ファイスピのダメージは結構痛いから、無視したくないもんね。ドリルプラスユニットの攻めを完封しようとすると、それぞれにカードを割かなきゃいけないから、どちらかのダメージは入る場面も多くなります。だから高回転のドリルデッキには、ドリルと組み合わせるための攻めユニットが入っていたりするのね。よくドリルとのコンボで採用される攻めユニットは、ファイスピ、ボンバー、ウォールブレーカー、少し重いですがダイナマイトゴブリンなどでしょうか。呪文とこれらの攻めユニット、そして防衛カードを組み合わせると高回転ドリルデッキが完成するのね。続いて枯渇ドリルです。ドリル防衛に呪文を使いたいから、呪文枯渇系のカードと相性が良いということね。昔はウッドの枠はファイスピでしたが、より広い範囲のデッキに勝つためか、いつの間にかウッドになってました。タンクユニットがスケルトンキングしかいないのね。攻めのバリエーションは豊富ですが、防衛はちょっと怪しいデッキなんですよね。ウォールブレーカーを地上受けとして使うといった臨機応変な防衛も必要ですし、ある程度ダメージを許容して立ち回っていく必要もあります。あまりタイブレークで勝とうっていう感じじゃないのね。あまり高回転ではないですし、弱点の多いユニットばかりなので受けきれないことも多くて、どちらかというと攻め勝つニュアンスのデッキだと思います。ドリルウォールブレーカーは使いたいけど、ちまちまタイブレーク勝利を狙うのはまだるっこしい、そんな人向けかもね。F2P デッキとして使うなら、スケルトン部隊をゴブリンギャングか盾の戦士、スケルトンキングをバルキリー、ウッドはそのままが良いと思いますが、雪玉かファイスピかボンバーにして攻撃寄りにするのもありだと思います。スケキン版と比べて破壊力は落ちるけど、安定感は増す感じだね。このデッキはインフェルノタワーも呪文枯渇要素の一つとして働くので、他の防衛施設にするのはあまりお勧めしません。吹き矢ゴブリンも意外とドリルと相性良いのよね。普通の高回転ドリルだと呪文で簡単に処理されてしまうから微妙だけど、枯渇型なら対処される前提だからね。続いてディガポイウォールブレーカーです。ディガーと相性の良い小物カードが多いね。あまりタワーを折るような強力な攻めはできないけど、ディガーと呪文で安定してタワーを削れるから、ダメージが通らなくて勝てないという展開が起こらないのが大きな特徴だね。守れるだけのスキルがあれば勝てるっていう感じになりやすいから、ディガー削り系のデッキは上級者ほど愛用者が多いね。固く守ってタイブレーク勝利を狙うコンセプトのデッキはいくつかあるけど、その中でもディガー系はトップクラスに難しいと思うよ。小物系ユニットの扱いが難しいのはわかるけど、スケルトンとかアイススピリットを採用したザ高回転ですみたいな形のディガポイもあるわよね。それでもかなり難しいです。ディガーの攻めはかなり軽いので、無視したり許容するのが簡単ですし、カウンターのユニットも残りやすいんです。カウンターを処理するためのポイズンではあるけど、タンクユニットのようにポイズンが効果的じゃない相手に呪文を打っても、エリア度の差で大カウンターをもらうだけだしね。基本的にはディガーを飛ばした回数だけカウンターをもらうデッキだと思って良いです。もういっそ攻めたくなくなるね。でも目指すところはタイブレーク勝利ですし、2倍タイムや3倍タイムになって使えるエリクサーが増えれば増えるほど強力な攻めの形を組まれるようにもなるし、カウンターが来ると分かっていても、攻めれる時に攻めて削っていくしかないんです。そもそもカウンターされる前提なのに、ディガーと組み合わせるユニットや呪文の選択を間違ったら、さらに大カウンターになってしまうね。攻守ともにスキルが求められるし、試合展開でアドバンテージを取っていくためには判断力も必要だし、とにかく難しいよ。スキルありきのデッキなのね。初心者向けとは言い難いけど、逆にスキルフルなデッキで練習したいという方にはおすすめなので、F2P デッキとして紹介するのは悩ましかったのですが、UR の2枠目がウッドならということで紹介しました。ウッドのレベル上げは後回しでも大丈夫だから、ディガーを優先すればなんとかなるっていう考えね。ウッドはノックバック効果が強いですし、ゴブリンを倒せれば十分なので、F2P デッキでも採用しやすい UR だとは思います。ウッドを採用してるデッキは多いから、それで F2P デッキの選択肢が狭まってしまうのは少しもったいないっていうのもあるしね。続いてディガーロケットです。ディガー削りといえばポイズンだけど、これはロケットなのね。一応ロケットの方が削りは早いから、言いたいことはわかるって感じだね。ポイズンとの違いは？まずロケットの範囲が狭くて到達速度も遅いので、ユニットを巻き込んでのタワー削りみたいな動きが難しいです。ロケット砲士みたいな小さめなユニットの処理もかなり面倒になりますが、ライトニングドラゴンなどの大きめなユニットの処理はかなり楽になります。ポイズンとは動き方や相性がかなり変わるのね。そうですね。固く守ってタワー削りということで、改めて紹介することもないですね。ディガロケは有名な形が2つあるよね。
テスラリトルプリンスを採用したディガロケと、インフェルノタワー、ダークプリンスロイヤルデリバリーを採用した形だね。インフェ型は無課金でも作れそうだけど、この手のデッキでダークプリンスは珍しい採用ね。絶妙なバランス感覚の採用だと思います。制作者にダークプリンス採用の理由を聞いてみたいところです。盾のあるタンクが必要だったのかな。範囲攻撃だったり、多少火力もあるのが良かったのかもしれません。私はこういうデッキを見ると芸術性を感じてしまうたちです。あまり共感されない感じもありますけどね。お次は有名なネタデッキ、2.0 ウォールブレイカーです。めちゃくちゃ高回転ね。とにかく攻めまくってペースを掴んで勝つデッキです。めちゃくちゃ面白そうね。防衛施設もないので、形を組まれたら大体止まりません。めちゃくちゃ欠陥デッキね。デッキ全体が軽くて進化カードを回しやすいので、進化システムとの相性の良さは明確な強みだけど、まあネタデッキと言って良いでしょう。平均コストを 2.0 にしたかっただけみたいに見えるわ。上手い人が使えば20勝チャレンジを突破できるくらいのポテンシャルはあるので、動画映えデッキとして定期的に使われますが、騙されないでください。弱いです。練習にはなるだろうけどね。相手に攻めの形を組ませないために攻めるとか、守りきれない前提でどこまでダメージを許容するかとか、手札とかエリクサーとか、いろいろなことを考える必要もあるし、練習にはなるだろうけど。技術を身につける前に勝てなすぎてクラロワが嫌いになりそうね。守りながら攻めるというクラロワの基本、その攻防のバランス感覚をつかむための練習デッキ、そして指の速さを鍛えるデッキとしては優秀だと思いますが、これと真珠というのはとてもお勧めできませんね。面白いデッキではあるんだけどね。続いてボムタワーバルーンです。有名なバルーンデッキね。アイスゴーレムバルーンディガー、そして雪玉を絡めた攻めが特徴的ですね。対空ユニットを雪玉でノックバックさせてバルーンを通すっていう攻めがシンプルに強いね。バルーン自体の通りが悪くても、ディガー削りで地味にタイブレイク勝利も狙えるという完成度の高いデッキです。マスケット重視が採用されているのは地味に珍しいよね。マスケは優秀だけど、アーチャークイーンに置き換わってることも多いよね。バルーン攻めで返ってくるようなカウンターを処理するにはマスケの方がコスパが良いのかもしれないですね。対空もマスケしか入ってないし、この枠がチャンピオンだとサイクル的に困るのかもね。攻めのサイクルを作ることが重要なデッキでもあるからね。アイゴレバルーンディガーで攻めて、カウンターをマスケットなどで処理して、さらにそのカウンターでアイゴレバルーンディガーで攻めて、そんな感じで攻めることで試合の流れを掴んでいきたいデッキです。防衛施設が入ってるけど、見た目より攻撃的なデッキなのね。状況が整ってないのに攻めても単純にカウンターが止まらなくて負けちゃうから、攻めのサイクルに入れるような状況になるまでは我慢、みたいなところもあるよ。攻守のメリハリがあるデッキなのね。主軸がバルーンなので相性は出ちゃうけど、それでもバランスが取れているデッキだと思います。進化が揃ってない時でも上位マルチで活躍してたデッキだし、よくできてるわね。続いて高回転ランバーバルーンです。ランバーバルーンの攻めの形がとにかく破壊力抜群なのよね。ランバーのレイジとバルーンのシナジーが高いわ。他のバルーンデッキと違って攻めが早いので、準備していないと防衛も難しいですし、まあ厄介なデッキです。端前ランバーバルーンは強力な攻めだけど、急コストも使っちゃうので、分かってる人だと対空1枚とかでコスパよく許容されて、フルカウンターで逆にタワーを折られちゃったりするわね。カウンターが怖くてランバーバルーンなんか使ってられるかっていう感じなので、カウンターは飛んでくる前提で、防衛力というか許容力が試されますね。攻めたらどれくらいのカウンターが返ってくるかを判断しつつ、ダメアドで勝てそうならランバーバルーンで攻める、無理そうなら違う動きをする、そんな感じになると思います。ボムタワーバルーンみたいに、攻めて流れを作るデッキなのね。ボムタワーバルーンと違うのは、防衛がとにかく脆いですし、防衛施設もないので、手札回しの問題で攻めざるを得ない場面もたびたび訪れるということでしょうか。攻めなきゃいけない呪いにかかっているデッキなのね。安定感を求める方には絶対にお勧めできませんが、爽快感はあると思います。対空枠はほぼ自由枠なので、お気に入りのカードを使って組んでみてください。ウィザードとかハンターの採用も多いし、プリンセスやリトルプリンスが採用されてることもあるわね。許容できれば何でも良いからね。続いてウルトラバルーンです。ウルトラバルーンって、ウルトラレアが多いからウルトラバルーンでしょ。とても F2P デッキとして紹介できるとは思わないけど。レビドラライドラ型なら UR1 枚ですし、それでも SR が多いのは悩ましいところですが、紹介する価値のあるデッキという判断です。主軸はランバーバルーンだけど、全然高回転って感じじゃないね。ウルトラバルーンは、守ってユニットを貯めて、カウンターのランバーバルーンフリーズで一撃で決める、そんな感じのデッキです。高回転バルーンと違って、防衛から流れを作っていくデッキなのね。デッキが重いので高回転デッキの相手は結構しんどいけど、2倍タイムまで耐えれば楽に動けるようになるはずです。2倍タイムの方がユニットも溜まりやすいだろうし、序盤は耐えっていう感じなのね。バルーンデッキの中では安定感のあるデッキですし、待つのが苦痛じゃないとか、受けから入りたいっていう方にはおすすめです。高回転のランバーバルーンとは真逆の立ち回りになるのね。主軸は同じでもサブカード次第でデッキの性質がガラッと変わるのは、デッキメイクの面白いところですよね。ここからは大型ということで、まずはエレクトロジャイアントです。エレジャイトルネで攻めながらユニットを処理するコンボがシンプルに強力ね。
エレジャイとトルネードはセットで、防衛施設を突破するためのライトニングかクエイクも必要となります。エレジャイはコストの割にはステータスが低いから、自力で防衛施設を突破できないのよね。自力ではエリクサーポンプすら突破できない貧弱さですからね。ユニットには滅法強いから、ゴレやラバなどの大型対決で正面衝突しても、一方的に後衛を処理できたりして有利を取りやすいね。そんな感じで、攻めでダメージを通すというよりは、カウンターが残らないように攻める、流れが有利になるように攻めるという感じのデッキです。いつか状況が噛み合って攻めが通るときにはガツンと通すのも大事ですが、やはり防衛施設の突破は難しいので、ライトニング削りでタイブレーク勝利を狙うというのもよくある勝ち方です。防衛施設も入ってるし、意外と防衛寄りのデッキなのね。攻めと守りを両立してる感じかしら。そうですね。ユニットを貯めながら攻めて、大カウンターが来ないようにユニットを処理しておくことが大事です。サブカードは環境に適したカードということね。そうですね。タルババスケルトンボーラーの枠は、ボンバーとかゴールドナイトになっていることもありますし、進化ナイトが採用されていることもあります。フェニックスの枠も、メガガーゴイルやベビードラゴン、インフェルノドラゴンなど、何を採用しても様にはなります。防衛施設も、デッキが重いので大砲が多いですが、ゴブコヤとかテスラとかも普通に使われます。F2P デッキとしてはかなり汎用性が高そうね。ちょっと相性は出やすいデッキなんですけど、大型デッキは相性が出るものなので、以降もそういうものだと思ってください。続いてラババルーンです。ラバハウンドを盾に、とにかく空ユニットでマウントを取っていくデッキね。デッキのコンセプト上、どうしても地上受けが少なくなるので、常に地上受けの枯渇に悩むデッキでもあります。ラバを展開したサイドの攻めなら、空ユニットで回収しながらラバの後衛にできるけど、逆サイドはそうはいかないもんね。相手の手札に対して止まらない形を組むのが理想ですが、相手も止まらないと分かれば当然攻めてくるので、殴り合いが基本となります。詰め将棋みたいなデッキね。かなり相性も出るデッキで、対空をぶっ詰めたようなデッキにはまず勝てません。上位体になればなるほど環境が良くなるし、相性を取れるとマッチングした時点で勝ちみたいになるから、プロシーンのデュエルモードとかだとよく使われるね。逆にあまり煮詰まっていない環境では、そのデッキラバ以外の何に勝てるん、みたいなことが普通にあるので、おすすめはしにくいです。ラバを使う人は、どんな環境でもラバしか使わない印象があるわね。サブカードを調整して環境に適応し続けるのがラバ使いのすごいところですが、苦しい環境の方が多い気がします。ラバと心中する覚悟がないなら、あまり気軽にはおすすめできないわね。デッキ改造の参考として、地上受けは、盾の戦士、バーバリアン、墓石、バルキリー、スケルトン、ボンバーあたりの採用が多いです。コスパよく許容できるユニットとか、1枚で任せられるユニットが多いのね。特に墓石は稼働時間が長く、ラバ展開時の隙を長時間カバーしてくれるということで、特に相性の良い防衛施設として知られています。呪文の組み合わせは、ザップファイボ、または、矢の雨ライトニング、このどちらかが主流かな。枯渇が流行りすぎるとザップ矢の雨とかも出てくる印象だね。これがなるべく広い範囲のユニットに対応できる組み合わせということなのね。そういうことだと思います。実績のある呪文構成なので、特に理由がなければ、このどちらかを採用するのが良いと思います。空ユニットは、空さえ飛んでいれば大体のユニットが採用されます。コウモリやガーゴイルなどの小型呪文で処理されるユニットはあまり採用されませんが、これも考え方やデッキコンセプト次第ですね。環境に合わせてっていうことね。F2P デッキとしては、スケルトンドラゴンとメガガーゴイルの組み合わせをお勧めしておきます。続いて、最もクラシカルな形のゴーレムです。テンプレゴレってやつね。ゴーレムの移動速度の遅さと体力の高さを利用して、ゴーレム展開から攻めの形を作ってゴリ押す、そんなデッキです。ステッスネっていう有名な言葉もあるくらい、タワーは守らないよね。ゴレを盾にした強い攻めの形を作った上で、相手の防衛に合わせてユニットを追加したり、トルネードやライトニングを組み合わせたりしたいので、ゴレ展開してしまったら防衛にエリクサーを割いてる暇はほとんどありません。2倍タイムまで待って、攻めやすい場面でゴレ展開して、強い攻めで一発でタワーを落とすっていう感じなのね。それだけじゃなくて、うまいゴレ使いは、アドバンテージを取れるような良きタイミングまで攻めて、おもむろにゴレ展開から攻めをやり直したりもします。ただ形を作るだけってわけでもないのね。やられてる側からすると出すだけですが、一手一手が重いので、試合展開と手札サイクルを噛み合わせるのは結構難しいです。攻めの塩梅とかユニット追加のタイミングとか、解説しにくいところが難しいのよね。ゴーレムにも色々な形がありますが、無課金では組みにくいデッキが多く、今回は最もクラシカルなものを紹介してみました。F2P デッキとして使うなら、ランバーの枠を変えるしかないね。ランバーの枠は、ゴレの後ろにつけて破壊力の出るユニットで代用できます。ミニペッカやプリンス、エリートバーバリアンなんかもありだと思います。ゴーレムデッキの変わり種として、ヒーラーゴレを紹介します。ゴーレムなのにライトニングが入ってないのね。エリクサーポンプが入っているゴーレムデッキは、基本的にエリアドの暴力で突破する方針ですし、手札も回らなくなるので大型呪文は採用されない傾向にあります。とにかくポンプでエリアドを取って、ゴレ展開でゴリ押すっていう感じね。ヒーラーとライドラは有名なゴールデンコンビで、相性の良い防衛カードがないと止まりません。ゴーレム、ヒーラー、ライドラなどの強い攻めの形を作って、相手の防衛ユニットをトルネードで処理して勝ち、そんな感じね。
戦略はシンプルですが、ポンプを貯めるのは言うほど簡単ではないです。デッキも重いですし、大型呪文もないので、逆にこっちが相手の攻めを止められないという状況もたびたび発生します。まあ相性は出やすいデッキだろうし、環境に合わせてっていう感じね。スケルトンドラゴンの枠はベビードラゴンでも大丈夫ですし、ランバー枠もテンプレゴレのように代用は効くと思います。ランバーのレイジとヒーラーの相性は良いから、できればランバーで使いたい気はするけどね。まあ、何でもいいと思います。このデッキはゴーレム版のサービス終了デッキみたいなものなので。何ですかそれは。サービス終了デッキ、元いエリゴレです。サービス終了デッキって言われてるデッキ、何個もない。そうですね。これが流行ったらクラロワも終わりだなみたいな感覚になるデッキはいくつか存在しますからね。まあエリゴレ登場あたりでクラロワを見限った人は多いでしょうね。今から紹介するこのデッキ、あまりにもくだらないデッキですからね。こんなゲーム真面目にやるなという運営からのメッセージなのかもしれませんね。e スポーツが聞いて呆れますよ。愚痴ばっかり言って、まだこのデッキの内容を紹介してないですよ。エリゴレヒーラーライドラのゴールデンコンビを相手が守れなかったら勝ちです。まあそんな感じよね。エリゴレの前借りしたエリクサーをヒーラーとライドラの止まらない攻めの形で踏み倒すというのがコンセプトです。防衛側はデッキによって最初に処理するべきユニットが変わってくるのよね。エリゴレから処理してエリクサーを回収しないと守れないデッキもあれば、ライドラから処理しないと防衛ユニットが仕事できないデッキもあります。そして何も処理できないデッキは、止まらない形が止まらないのを見てるしかないというわけね。普通のカードゲームと違って、カード配置の工夫でどうにかできるのがクラロワの醍醐味だろ。それがリアルタイムストラテジーだろ。こんなのただのじゃんけんじゃないか。クラロワはもう終わりだ。みたいなことを思った人が、そう思ったデッキをサービス終了デッキと呼ぶわけね。結局サービスは続いてるわけですけども、嫌われ者デッキであることだけは間違いないので、メインデッキに据えるなら覚悟だけはしておいてください。勝敗が短時間ではっきりつくから、そういうバトルをしたい方からは一定の支持はあるし、イベントを完走する時とかにもよく使われるね。上手い人が使えばちゃんとその分だけ強いということだけは一応フォローしておきたいと思います。相性も出るけど、気楽にバトルするにはちょうどいいデッキなのよね。引かれた方はたまったもんじゃないけどね。このデッキ、なんでババ小屋なの？エリゴレデッキの中では防衛的な動きもできるように作られているので、この枠には墓石とか、ゴブ折りとか、リワークされたゴブ小屋とかが採用されると思います。もともとはババ小屋だったけど、今は使われていないってことね。ババ小屋が7コストだった頃は、防衛施設としても優秀だったし、エリゴレの攻めの形も補強してくれるし、とても相性の良い防衛施設だったんですけど、リワークで6コストになって、バーバリアンの湧き方も弱いし、施設自体も柔らかいしで、使い物にならなくなってしまいました。小屋としても防衛施設としても中途半端な性能になってしまったのね。当時リワークによって使用率が 0% になったんですけど、クラロワニュースではリワークの結果に満足しているなどと書いていて、正気を疑ったのを覚えています。ゴブ小屋のリワークと比べると、かなり調整基準がブレているのを感じるわね。実際、昔と今では調整を担当している人が違いますし、環境に与える影響が大きいものを優先的に調整しなきゃいけないっていう事情はあると思いますけど、今まで使えたカードが思いつきの調整でいきなり使えなくなるっていうのは、ちょっと勘弁してほしいわね。まあ調整がないよりは全然マシだけどね。続いて、キョスケクローンです。クローンと相性の良い巨大スケルトンとスケルトンバレルを主軸にしたデッキだね。基本的には巨大スケルトンとスケルトンバレルの攻めの形にクローンをかけて、スケルトンバレルが着地するタイミングをずらしたり、巨大スケルトンの爆弾を増やしてカウンターを処理したり、そんな感じのギミックになるね。ちょっと自己待ちっぽい雰囲気はあるよね。巨大スケルトンのカウンター処理能力があるからこそやんちゃな攻めの形を積極的に作れるっていう感じだから、コンセプト的には防衛的なキョスケが攻めでも輝くっていう面白いデッキだと思うけどね。クローンをかけるタイミングで試合展開とか入るダメージが全然変わってくるから、使い込めば独特の味は出るかもね。もちろん相性は出やすいから、環境によって形も様々ありますが、主に高回転の枯渇的なコンセプトか、ホバリングやムートなどの溜まりやすくて、キョスケと相性の良いカードを採用したコンセプトか、このどちらかのコンセプトで組まれたものが主流だと思います。最近では進化ネクロが入ったりしてるし、どんな形で進化していくのか楽しみね。それではクラロワで最もコストの重いカード、30種を使ったデッキを紹介します。コストが重い割に弱点が多くて使いにくいカードよね。ファイアボールやロケットなどの中型呪文に相性が悪いので、よくエリクサーポンプが一緒に採用されます。どちらかに大きい呪文を咲かせて、どちらかを生かすっていうことね。30種デッキは大きく分けて枯渇型と神器型がありますが、当動画では枯渇型を2つ紹介します。神器型というか、神器系のデッキはレアリティが高くて F2P デッキとしては紹介しにくいのよね。というわけで最初に紹介するのは、枯渇30種です。かなりクラシカルな30種デッキね。呪文の打たせどころが多く、群れ系ユニットとディガーを組み合わせた攻撃的な立ち回りが特徴です。30種で両サイドを攻めつつ、端前にカゴ群れを追加する攻めの形が印象的ね。昔はスキルさえあれば大体のデッキに勝てたということでかなりの人気デッキだったけど、エレクトロジャイアントが登場したあたりで見かけなくなった印象ですね。文句とかエレクトロジャイアントとか、どうしようもないメタカードが増えすぎたね。
三重視使いの心の中にはいつもあるデッキだと思うので、いつか何らかの形で復活してくれたら良いのですけど。カジヤジャイアントが実装された時はアイゴレの枠がカジジャイになって使われたりもしたから、なんか相性の良い新カードや限界突破が実装されたらまた使われるかもしれないね。最後に紹介するのは、ジャイ三重視です。昔の三重視デッキといえば、枯渇三重視かジャイ三重視かって感じだったわね。ちなみにめちゃくちゃ難しいです。枯渇三重視とどっちが難しい？わかりませんが、どちらも手札把握は前提として、細い勝ち筋を通すスキルも求められます。順当に受け攻めしてるだけじゃ勝てないのね。小物系カードも三重視もメタカードが増えすぎてて、相性の悪いデッキに当たるのが基本ですから、普通にやってて勝てるデッキは現代にはほとんどいないと思います。小物カードは多いのにディガーは採用されていないのね。枯渇三重視との違いは、ジャイアントを主軸に攻めの形を作っていくところだね。枯渇三重視は先に出してもアイゴレくらいで、基本的には三重視を先に展開して形を作っていく感じだよね。ジャイ三重視はジャイアント展開から様子見をしながら攻めの形を展開できるので、相手のユニットや手札を考えながら、後衛につけるユニットを後出しできるのが大きな強みかな。そういえばジャイ三重視って、ジャイアントの後衛に三重視を固めて出してるイメージがあるわね。かなりリスキーだから通らなかったら一発で負けてしまうようなプレーだけど、ジャイアント展開からの後出し追加っていう動きが可能だからこそ、そういう選択もできるわけだね。他に後出しできそうなユニットもガゴムレとか弱点の多いユニットばかりだから、攻め方を一回間違っただけでも大カウンターで試合が終わっちゃいそうね。枯渇三重視よりもさらに弱点が多くて小回りも効かないし、防衛はずっと苦しいし、攻めも難しいです。とても初心者にはおすすめできないデッキね。でも F2P デッキとしては優秀です。SR すら1枚もないですからね。F2P デッキとして優秀とはいえ、やっぱりおすすめしにくいわね。難しすぎるし環境に合ってるとも言えないからね。でも結局、自分にとって何が良いかは自分にしか判断できませんから。実際に今でもジャイ三重視を使い続けてる人は一定数いるわけですしね。クラシカルな形から現代的な形に進化して使われるっていうことも別にありえますしね。というわけで、現代的なものからクラシカルなものまで、無課金デッキを紹介していきました。1時間近くの動画になってしまいましたね。本当はサクッとデッキを紹介して、当アカウントのメインデッキを定めるところまでやるつもりだったのにね。予想外の大ボリュームになってしまったので、進捗報告やらデッキ決定やらは次回にしましょう。ボリュームが膨れ上がった理由には、あまり現代的じゃないデッキまで紹介したのもあると思うんだけど。よほど絶妙なバランスで完成されたデッキじゃない限り、ほとんどのデッキは環境によって微妙に変化していくから、コンセプトがはっきりしてるクラシカルな形から考えるのが一番良いと思っているんだよね。限界突破が実装されてからというもの、進化が揃ってないからデッキパワーが足りなくて使えないとか、仕方なく近しいカードで代用してるとか、そういうデッキも多いからね。限界突破カードはデッキのシナジーを無視してでも採用する価値があるし、メタカードを積まないと話にならないというくらい強力な限界突破カードが環境にいると、メタカードが入ってないデッキは使えなくなるか形を変えるかしかなくなるっていうのもありまして。環境に適応するために不本意ながら形を変えているデッキも多いから、環境に適応しただけのいびつデッキがテンプレだと思われるのは不服なのよね。今まではどんなに不利なメタデッキが相手でも、エリクサーという行動制限があったから、立ち回りでなんとかなる部分も大きかったんですけどね。限界突破はコストに見合わない能力を発揮するから、さすがにデッキで対策しておかないとどうしようもないことが増えたわね。変化を続けるのがクラッシュロワイヤルですから、その中でどうやって楽しんでいくか考えながら、育てるデッキを考えてみてください。クラロワは今日紹介したような F2P デッキでも十分遊べますし、時間をかければ無課金でどんなデッキでも組めるのはいいところよね。課金をすれば楽できるシステムなのはビジネスとして当然だけど、無課金でも最終的には対等に遊べるっていうのはかなり良心的だよね。クラロワはそういうところも含めて良いゲームだと思っているけど、クラロワの本当に面白いところが伝わる前にやめちゃう方も多くて残念なのよね。新規さんが増えたり、初心者さんがもっとクラロワを楽しめるようになったり、そんな発信をしていけたらいいなと思っています。まだまだこれからですが、チャンネル登録や高評価などしていただけると励みになります。応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。